皆さんこんにちは。F マウントの歴史とともにある中望遠レンズをジャンクで見つけたので、なんとか復活させてニヤニヤしたいアズイズカメラです。本日の動画は絞りが全く動かないので550円で売られていたニッコールの単焦点中望遠レンズを1時間ぐらいで修理した方法の紹介です。これ東京のカメラ店で550円で売られていたんですが、他にいくつか買った上でこれを直せそうか悩んでいたらおまけにあげるよとのことです。わーお。他に買い物をしたことによるおまけなので厳密に0円で手に入れたわけではないですから、動画のタイトルはちょっと盛っています。ごめんなさい。105mm 単焦点というのはこれまで持っておらず、しかもニッコールの古いレンズはどれも気合の入った素晴らしい出来のようですから、ぜひ修理したいです。まずは現状確認です。絞りリングを回しても絞り羽は全く動きません。裏のレバーを触っても反応ありません。ただレンズは本当に綺麗です。ちょうど50年前の製品がこの状態を保ってきたのに完全ジャンク扱いはもったいないですね。頑張らねば。あと仮爪を固定するネジが1本なくて、もう1本もグラグラです。爪がなくなる5秒前の状態ですね。では早速分解していきましょう。このレンズ前玉側からごっそりとレンズ群を取り外すことができるそうです。というわけでまずは銘板を外します。レンズオープナーを押し付けて反時計回りに回せば銘板が外れます。続いて前玉レンズ群を取り外します。仮目レンチをかける穴が開いているので工具さえ持っていれば簡単です。レンチで緩めた後は爪楊枝で回転させました。最後はズボッと外れます。次は前玉側のレンズ周囲を押さえるリングを外します。近接撮影に設定すると1本だけネジが見えるのでこれを緩めます。ちなみに抜きません。芋ネジを緩めるとレンズ先端部を回して外すことができるようになります。するとレンズユニットを後玉まで含めてごっそりと前から引き抜くことができます。このレンズとても分解しやすい作りのようです。レンズユニットから後玉を外すのは簡単で、単純にねじ込んでいるだけです。これも回して抜き取ります。ここまで来たらよく観察です。絞り羽が裏表から見えていて、油が羽に回っているのがよくわかります。羽を閉じるスプリングは健在で良かったです。油の抵抗に負けて絞りが閉じられないというのが不調の原因のようです。これは大チャンス。単純に掃除をするだけで回復できるかもしれません。完璧に掃除をするならさらにバラバラにすればいいですが、壊してしまうリスクもあるので綿棒に浸したジッポーオイルでガンガン掃除をしてみましょう。レンジンは揮発性が高いのとレンズは全て取り除いているので、かなり遠慮なくベンジンをつけて絞り羽を洗っていきます。前玉側からも同じようにやりました。ちなみにベンジンとエタノールどちらがいいかわからないのでエタノールでも掃除をしました。豪快に吹きつけてティッシュでそっと拭き取りました。あとは乾いた綿棒できれいに拭き取っておきました。その後またベンジンに戻し羽の動きが良くなるまで同じ作業を繰り返しました。すぐ乾くのでそんなに大変ではなかったです。10分ぐらいして試してみるとバネの力で軽やかに絞りが閉じるようになりました。絞りリングの連動ピンとシャッター連動ピンの両方大丈夫そうです。どうやらうまくいきました。羽をバラバラにするのはとても大変そうなので完全分解せずに済んだのはとても助かりました。あとは分解した手順と全く逆にどんどん組み立てていくだけです。レンズマウント側は手をつけないで済んだのでとても簡単です。レンズユニットを取り付けるときに連動ピンの位置を合わせる必要があります。
F2.5 の設定に両方合わせてはめたらうまくいきました。最後に銘板を取り付けて完成です。無事、どこも壊したり傷つけたりせずに組み立て直すことができました。組み上がってから絞りリングやシャッター連動ピンを操作してみましたが、問題なく絞りが動作しています。簡単に済んでよかった。おっと、仮詰めも直しておきましょう。ジャンク在庫からぴったりのネジを2本見つけてきて、がっちり取り付けました。これで本当に完成です。無事、絞り羽を復活させることができました。元のコンディションが良かったので、万全のレンズになりました。せっかくなので、どんなレンズか調べました。ニコンは、その歴史の中で、特徴的なレンズを、ニッコール千夜一夜物語というページで詳しく紹介してくれていて、その5番目に、このレンズがありました。レンズ構成は4群5枚、クセノタータイプとのことで、この時代からポートレートに最適なレンズとして設計され、30年以上も販売された名レンズとのことです。このレンズはギリギリ AI レンズの世代なので、我がジャンクカメラ艦隊機関、最強 APS-C 一眼レフ D500 でそのまま使うことができます。素晴らしい F2.5 という、とても明るいレンズに D500 の高感度耐性があれば、屋内、照明なしで800分の1秒という高速シャッターが使えました。手触れ補正なんか飾りです。天気が悪いので、残念ながらしっかりした撮影テストはお預けとして、家の近所でほんのちょっとだけ撮影してみました。F8 に絞って撮った円形は当然のように改造します。5倍に拡大したぐらいだと、ご覧の通りバキバキに改造したままです。どうやら、かなりシャープなレンズのようですね。接写は1メートルまでですが、中望遠レンズなのと、D500 は APS-C なので、換算 157.5mm 相当になりますから、それなりに大きく撮影できます。開放で撮影すると、周りがしっかりボケますね。でも、中心は、バッチリシャープなままに見えます。50年前のレンズですが、これは、いいものだ。最後に、こちらもちょっとだけ、ワンコチャンネルです。ポートレートレンズということで期待しましたが、なるほど、これは期待以上です。すでに、ご褒美のおやつが確定しているので、優雅に機会を待つ姿をビューティフルに捉えることができました。究極の値段、別のカメラ購入のおまけとして、0円でいただいた50年前のジャンクレンズですが、簡単な分解整備で、良い状態に修理することができました。天気が良くなかったこともあり、撮影テストはほんの少しだけしかしていませんが、なんだかすごそうな写りです。これは後日もっとしっかり使ってみたいです。D500 との組み合わせも不滅の F マウントの素晴らしさを体感できそうでワクワクします。ジャンクレンズは買っても修理しても撮影しても楽しいです。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。